皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、携帯電話をよく使いますか？今日は前回の動画で紹介したパソコンとかスマホ、携帯、そしてインターネット、SNS に関係する日本語を使っておしゃべりしたいと思います。今日のお話の流れはこんな感じです。はい。じゃあ早速いきます。皆さん、いつから携帯電話を持っていますか？初めて携帯電話を持ったのはいつですか？私が初めて携帯電話を持ったのは、中学校を卒業して高校生になる前ですね。私の家では、携帯電話は中学校を卒業してからというルールがあったので、中学校を卒業して初めて親に携帯電話を買ってもらいました。初めての携帯はスマホでした。もうその頃はガラケーじゃなくてスマホの時代でした。ガラケーからスマホに変える人が多かった時代ですね。はい。私の世代ではもうみんな高校生の頃には一人一台スマホを持っている人が多かったです。じゃあ皆さん、携帯で何をしますか？携帯でいつも何をしますか？あの、携帯電話といっても、私は電話を使うことはほとんどなくて、ツイッターを見たり、インスタを見たり、毎日 SNS をたくさん使っていました。友達と遊んだら写真を撮ってツイッターとかインスタに上げて他の友達と共有したり、あのみんなの友達の投稿を見ていいねしたりコメントを書いたりしていました。はい。あんまり覚えていないんですけど、私が高校生の頃はインスタじゃなくてツイッターをやっている人が多かったですね。そう、クラスメート、周りの人、クラスメートはみんなツイッターをやっていました。はい。あと日本では LINE っていうメッセージアプリをよく使います。 LINE、 WhatsApp みたいなメッセージアプリですね。 LINE、 高校生の時はよく学校が終わった後も友達と LINE を送り合っていました。そう。ちなみに LINE でメッセージを送ることを LINE すると言います。LINE するとか LINE を送ると言います。はい。高校生の時、高校のクラスのグループ LINE がありました。グループ LINE。グループで LINE をします。チャットですね。グループチャットかな。そう。あと、同じ部活のメンバーのグループ LINE とか、仲がいい友達とグループ LINE を作って、学校が終わった後も LINE をしていました。そうですね。私は高校生の時からスマホをたくさん使っていました。私の世代はもう学生の頃からスマホを使っている世代ですね。はい。皆さんは学生の時、携帯電話はありましたか？スマホはありましたか？携帯電話がなかった時代に学生生活を過ごした人が羨ましいなと思う時があります。そう。私は経験したことがないのでわからないんですけど、学生時代、携帯電話がない生活、どんな感じなんだろうと思いますね。どうでしたか？携帯がある時代、特にスマホがある時代の学生生活と携帯がない時代の学生生活って全然違うと思うんですよね。友達との遊び方とか、トラブルとか悩みとか、携帯電話がなかった時代はどんな学生生活だったんだろうなとたまに考えます。羨ましいなと思いますね。はい。
携帯電話が使えて便利だったこともたくさんあるんですけど、はい。話を戻すと、皆さん携帯電話で何をしますか？ SNS をよく使いますか？私は学生の時の方がよく SNS をやっていたんですけど、今もまだインスタをよく見ています。毎日見ています。投稿は全然していないんですけど、友達が投稿した写真とか動画をよく見ています。はい。インスタのストーリーとか、あとインスタでいろいろなことを検索しています。東京のおしゃれなカフェとか、美味しいご飯のレシピとか、いろいろな情報を集めるためにもインスタを使っていますね。皆さんは何か SNS をやっていますか？あと、皆さんの国ではどんな SNS が人気ですか？ちなみに日本ではさっき言った LINE っていうメッセージアプリが一番人気です。使っている人が多いです。そう。世界だと Facebook を使っている人が多いと思うんですけど、日本では Facebook を使っている人は LINE とかインスタ、Twitter に比べると少ないです。特に若い世代の人は Facebook を使っている人そんなにいないんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次、パソコンの話をしようと思います。皆さんパソコンをよく使いますか？初めてパソコンを持ったのは高校を卒業して大学生になる前ですね。大学生になったらレポートを書くのにパソコンが必要だったのでパソコンを買ってもらいました。でも最初はタイピングが全然できませんでした。スマホは慣れていたのでもうパパパパパって文字を打てたんですけど、パソコンのこのキーボードを使って文字を打つのが最初はすごく苦手でした。もう全然できなかったです。ゆっくり一文字一文字打っていました。ちなみに面白いのが、日本のキーボードってこんな感じです。そう。ひらがなとアルファベット両方あります。文字の入力方法もひらがなを使って入力するタイプとローマ字を使って入力する方法があります。今はほとんどの人がローマ字入力をします。私もローマ字入力です。はい。ローマ字入力というのは、例えば、こんにちはって文字を打ちたいとき、KONNITIWA って順番に打ちます。そして、かな入力はひらがなを使って入力します。こんにちは。そう。このかな入力を使っている人は本当に珍しいと言われています。はい。皆さんの国のキーボードはどんな感じですか？どうやって文字を打ちますか？そして皆さんは普段パソコンを使いますか？気のせいかもしれないんですけど、日本語を勉強している人はプログラマーとかシステムエンジニアとか IT 系の人が多い気がします。パソコンが得意な人が多い気がします。じゃあもう一度スマホの話に戻るんですけど、皆さんは一日に何時間くらいスマホを触りますか？スマホを使いますか？私は気づいたらもうスマホを触っています。一人でいる時とか、電車に乗っている時とか、寝る前とか、朝起きた時とか、スマホを触ります。寝る前にちょっとだけインスタを見ようと思ってインスタを見たら1時間時間が経っちゃったり、あとなぜか急に寝る前に明日のご飯何がいいかなと思ってインスタでレシピを検索したりしています。そう、もうスマホ依存症ですね。
私はスマホに依存しています。インターネットがつながらないとちょっと不安になったりイライラしたりします。なんでインターネットがつながらないのと。そう。どこかに行くときは必ずスマホを持っていくし、スマホがないと生活ができない。そう。何かがないと生活できないことを依存症と言います。はい。あるものがないと不安になったり、何かやめられなくなる状態ですね。依存症と言います。はい。スマホって本当に便利だけど、使いすぎたり使い方を間違えるといろいろ危ないですよね。スマホっていうかネットですね。インターネット。でもインターネットがあるおかげで私は今こうやって動画を撮って YouTube に上げることができるし、こうやって世界にいる人、世界中の人とコミュニケーションが取れるのは本当にすごいことだと思うし、ありがたいことですね。でも使い方を間違えると危ないですよね。皆さんはどうやって自分をコントロールしていますか？はい、じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。皆さんどれくらい聞き取れましたか？じゃあ今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。